UV レジンピエン。皆さんこんにちは、パルチャンネルです。今日もマステと UV レジンを使ってこのぷっくりした形の何かデザインを作っていこうと思います。今日は大人気絵文字ピエンの形が出来上がりました。本当はぷよぷよにするつもりだったんですけれどね。それでは、早速マスキングテープの上に1滴ずつレジン液を落としていく作業をしていきます。今回でもう慣れてしまったので1列一気に流していきたいと思います。はい、それでは硬化します。はい、硬化が終わりました。可愛らしいぷっくりとしたパーツが出来上がりました。それでは大きい方にも流していきます。今回前回出したぷよぷよみたいなものに目をつけたらどうかというコメントをいただきまして、それいいなと思って見ていたんですけれども、そしたらだんだんピエンに見えてきて今回はピエンを作ることになりました。それではブラックとホワイトのカラージェルを使って目を描いていきたいと思います。スティックにとってちょんと丸を描くようにまずは黒目を描いていきます。実はこのピエンの形あまり難しくないんですね。眉毛と口だけがちょっと難しいんですけれども、この丸をちょんちょんちょんとドットを落としていく感じで作っていくので、思った以上に難しくなかったです。はい、黒目の効果が終わりました。そしたら今度はホワイトのカラージェルを取って、まずは大きい点を1つ左上の方に配置します。そしたら小さい点を本当にスティックの先でちょんちょんと触るくらいで大丈夫ですので、小さい点を落としていきます。もうピエンに見えてきましたね。それではこちら硬化したいと思います。順番にドットを作っていくというイメージです。はい、そしたら今度は眉毛を描いていきたいと思います。この少し泣きそうな顔の感じが可愛らしいですよね。ピエンは筆で描いてもいいんですけれども、今回スティックを使って描いた方が簡単にできるかなと思ったので、スティックを使って描いております。そしたらちょこんと小さいお口を描いて、はい、ピエンの顔が出来上がりました。硬化します。はい、硬化が終わりました。ピエンの顔が出来上がったので、そしたらコーティングをしていきたいと思います。こちらノンワイプのトップコートを使用します。たっぷり取って優しく全面に広がるように塗っていきます。もう少し足しますね。たっぷりのせてムラがないように、それから端の方までしっかりと塗るようにしたら硬化します。はい、ピエン出来上がりました。とっても簡単です。触っても大丈夫です。横から見るとこのくらいのぷっくり感がありますね。はい、それでは残りも作っていきましょう。まずは黒目のドットを描いていきます。これドットペンなんかあるといいですね。先端が丸いネイル用のものなんですけれども、それがあると1回でスタンプを押すようにポンポンと作ることができると思います。はい、それでは白目を描いていきます。ちょんちょんとスタンプを押すようにしたら、次は眉毛ですね。眉毛が一番難しかったです。これがですね、太すぎるとちょっとまた違った印象になってしまうので、それではお口を描いて、コーティングをしていきます。はい、硬化します。はい、ピエン出来上がりました泣きそうな感じでこっちを見ているのがたまらないですね。はい、それでは小さい方を作っていきたいと思います。まずは黒目を描きます。そしたら、白目をのせます。眉毛を描きます。硬化が終わったらお口を描きます。はい、それではコーティングをしていきたいと思います。一つずつ、たっぷり丁寧にノンワイプのトップコートをのせていきます。並んでこっちを泣きそうな顔で見てるのがたまりませんねこの一列に並んだこのイエローだけ今回たくさん使ってしまったんですけれども、ピエンをどうしても作りたくて出来上がりました。
はい、効果が終わりました。触っても大丈夫です。さて、実はこっちにももう一つ作ったのがあります。これこんなにたくさん作ってどうしましょうね。本当に決めてなくってピエンです近くで見るとこういう感じです。小さい方もとっても可愛らしいですね。タピオカとかぷよぷよだったんですけどね。はい、でいろいろ考えた結果、こちら画鋲につけることにいたしました。これだったら大きさもちょうどぴったりですし、すごくポップで可愛らしい画鋲ができるんじゃないかなと思いました。ぴったりですね。これが一番ベストだと思います。それでは、こちらワインのコルクを半分に切ったもの、カットしたものを土台にして作っていこうと思います。この方が作業しやすいので、画鋲を刺してまずはセッティングをいたします。こんな感じですね。はい、そしたら上からレジン液を1滴ずつ流していきます。はい、そしたらスティックを使って全体に広げます。はい、準備ができたので、上からこのピエンをポンと落として配置をします。可愛らしいですねピエンを落とします。もう一つ落とします。本当にこっちを見てるのがすっごく何とも言えない気分です。はい、完成いたしました。硬化が終わってしっかりくっついております。接着剤でもいいかと思うんですけれども、今回はレジン液で接着いたしました。もう一個作っちゃいましょうね。もうワンセット。普段私はレジンでいろんなものを作るんですけれども、今回はこういったピエンを作ってみました。皆さんはピエンご存知でしょうか？結構歌にもなっていたりゲームにもなっていたり、とにかく人気の絵文字ですよね。新しくできた絵文字でしたっけね。確か後から出てきた絵文字らしいんですよ。はい、私もたくさん目にする機会があって、今回はこちらのプッシュピン、ピエンのプッシュピンが出来上がりました。可愛らしいですね。一番いいアレンジかなと思います。はい、それでは今度は小さい方ですね。こちらはこのピアス金具にぴったりでしたので、この缶をカットして、ピアスにしたいと思います。もともとこの缶がついていないものでしたらそのまま貼り付ければ、ピアスになるので、そういったのがあればそちらの方がいいかなと思います。先ほどと同じようにコルクに刺して、作業をしました。このコルクすごく便利ですね。画鋲やピンだったらスポンジに刺すよりも安定する気がするので、今回コルク使ってよかったかなと思いました。はい、それでは硬化します。硬化が終わりました完成です。こちらのピアスの方はよりぷっくりした仕上がりのものを選んで貼り付けてみました。はい、金具を取り付けてピアスの完成です。ピエンのピアスアクセサリーも出来上がりました。ピアスにしてほしいという意見もいただいていたので今回作ってみましたが、すごくちっちゃくって可愛らしいピアスとなりました。ピエンのアクセサリーもいいですね。プッシュピンがやっぱりベストですね。あとはネイルにもしてほしいというのがありまして、ネイルにするとしたらこんな感じでしょうか。パーツとして、小さいのを根元につけて、一例ですよ。ピエンがすごく流行っているのでこういったネイルもありかなと思います。で、大きいのを真ん中につけましょうか。こんな感じですかね。はい、ピエンネイルの完成です。こういうとってもポップな可愛らしいこっちを見てるのが本当に何とも言えないですね。はい、ということで今回はプッシュピンとピアスにアレンジしてみました。
やっぱりスマホケースとかもいいと思いますが、プッシュピン、このピエンの形だったらプッシュピンが一番いいかなと思いました。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、Twitter、Instagram、それから TikTok のフォローもぜひよろしくお願いします。ピエン